皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は日本の政治問題、外国人の国民健康保険、年間4000億円が未払いだという問題について取り上げます。それぞれの国において福祉制度は異なっているものです。国によってはものすごい手厚い制度が設けられていたり、逆に国によっては全く国が関与していないような国もあります。しかし、総じてある一定水準を超えればそれが国民の健康へとつながり、寿命の長さにも直結していくものです。福祉制度が充実していることは非常に重要でしょう。同時に充実した福祉制度とともにそれが簡単にただ乗りできるような穴があれば、そこを目指して海外から人がやってくるということは避けられません。その一例として言えば、ヨーロッパにおいてそのような福祉制度の充実さを狙ったからこそ、移民や難民の人たちが押しかけて、その制度を食い物にしているという問題がすでに発生しています。先行した悪い事例というものがある以上、日本においてもそのような問題が悪化する前に対策を打たねばなりません。それでは日本における外国人の国民健康保険年間4000億円未納問題について記事と現在の政府の認識について報道を見ておきましょう。産経新聞の記事より、外国人の国庫未納は年4000億円と試算。日本国民の税金で建て替えている移民と日本人。日本維新の会の参議院議員は外国人の国民健康保険の納付率が日本人に比べて低いことに関し、全国の外国人による国庫未納が年間計4000億円に上るとの試算を示した。日本国民の税金で足りない分を立て替えている由々しき事態だと問題し、政府に是正を迫った。厚生労働省は全国の実態調査を進める方針を明らかにした。在日外国人の国庫未納率 37%。厚労省によると、国内在住の外国人による国庫の納付率は、世帯主が外国人のケースを抜き出して集計できる150地区町村の平均で63%。日本人も含めた全体の納付率は 93% で、外国人の納付率が著しく低いことが浮き彫りになっている。これに加え、東京23区内のデータ、新宿区では単身外国人世帯と世帯主が外国人の世帯では、価額20億円に対して納付額は8億7000万円。納付率はわずか 44% だ。未納額は11億3000億円だと説明。23区内の同様の数値も念頭に、同じ割合で在留外国人の国庫未納が全国で起きているとの仮定で推計すると、全国の自治体を合算すると、年間4000億円以上の国庫が外国人によって納付されていないと述べた。問題なのは、これらの欠損は自治体が一般会計から穴埋めするということになっていることだ。つまり、国民の納めた税金で外国人が支払うべき保険料で足りていない分を立て替えており、自治体財政を圧迫しているという状況があると強調。詳細な実態調査を求めた。さらに、外国人は在留期間が3ヶ月を超えると国庫に加入できることを踏まえ、入国1年目の外国人は前年無収入だった扱いとなるため、国保料も安いので保険収支がマイナスになりやすい。期間要件を長くするなど対策を早急に検討すべきだ。これに対し厚労省は外国人を抜き出して集計するシステム改修が必要になるが、全国的な実態調査の実施に向けて調整を進めると述べた。一方、要件の見直しなどについては、社会連帯と相互扶助の理念に基づき、国籍を問わず、等しく保障を及ぼすべきだという我が国の保険制度の基本的な考え方にのっとったものであり、慎重な検討が必要だとするにとどめた。この問題に対し石破首相は、問題はよく承知している。今後検討して会議を出していくと答えた。そして、政府としての公式見解が示されています。産経新聞より、外国人の国庫納付率、日本人より下回っているが、大幅ではない。政府が答弁書閣議決定。日本に在留する外国人の国民健康保険の納付率が 63% と、日本人を含めた全体より30ポイント下回っている問題で、政府は日本人を大幅に下回っているとは考えていないとする答弁書を閣議決定した。国民の納付率をめぐっては、日本人を含めた全体が 93% なのに対し、外国人の納付率は 63% にとどまるとの集計結果を公表。東京23区のうち、外国人人口の割合が高い新宿区は 47% だったという。これに対し答弁書は、大幅に下回っているとは考えていないが、いずれにせよ、
一部の地方自治体で外国人の納付率が日本人のそれを下回っていると回答。その上で外国人を含め滞納者への納付の干渉や相談などの取り組みを行っているとした答弁書は他の質問項目についても調査には膨大な作業を要するため回答は困難といったものばかりで調査する気がないことで政府の危機意識のなさが逆に明らかになった。国会で問題提起していきたいとしている。健康保険制度としてはまずは国民健康保険があり、企業などに勤めている人たちは国民健康保険ではなく企業の社会保険制度の中に健康保険の機能が組み込まれています。会社に勤めているのであれば給料からの天引きという形でそのほとんどが納付されます。一方で国民健康保険の場合だとそうした天引きといったものがありませんから自分で納めるという行動を起こさなければなりません。しかしその行動を全く怠っている人たちがいます。日本人でも経済的な問題などがあって、もしくは払わなくてもどうにかなるだろうと考えて払わない人がいます。しかしそれは全体から言えば少数派です。一方で外国人の納付率がそれよりもはるかに低い水準であることは大きな問題でしょう。外国人を抜き出して集計できる市区町村に限っても平均で 63%、10人いれば6人は払っているというふうに一応過半数にはなっていますが、逆に言えば10人いれば4人は払っていないような状態なわけで、ひどい納付率だと言えます。しかし政府はそんなに問題じゃないといったような姿勢を示しており、重大性について全く危機感がありません。しかし自分は国民健康保険に入っていないが関係のないといったような話題ではありません。なぜならば、結局払われていないお金を誰が負担するかといえば、それは国民が税金を払ってその税金によって全て補填されています。つまり国民健康保険に入っているか入っていないかではなく、日本国籍の納税している人たち全員にとっての負担が高まってしまう問題なのです。ですから国民健康保険のお金を支払っていない外国人が多いからといってそれは自分とは関係のないという考え方そのものが間違っているわけです。じゃあそのようにして未納になっている人たちが病院に行くことが必要になった時どうしているかといえばまた次の問題を生み出します。まず第一に他人の健康保険証を使っている可能性があることです。そこに日本の甘さといったものがあります。例えば紙の保険証にあってば本人確認できる要素はほとんどありません。誰かの紙の保険証を借りてきてそこに書かれている内容をちょっと暗記すれば病院に行って使っても誰もなりすましだとは気づけません。もちろん男女が違うとかそういう極端な例は発覚することがあるわけですが、性別が合っていて券面に書かれている内容の名前などをちゃんと理解しているのであればものすごく簡単に悪用することができます。逆に言えばそのことが分かっている人物は最初から国民健康保険の納付金を踏み倒すことを前提として必要になったら誰かから借りればいいやと社会制度にただ乗りすることを前提として行動している可能性があります。この話をするといやいや人から国民健康保険証を借りてまで病院に行く人はいないはずだといったような反論をする人もいます。確かに国民健康保険の支払いをしていない人100人が 100% 誰かの保険証を借りているとは言えないでしょう。しかしそこにももう一つ問題があります。それはそもそも踏み倒すことを前提として診療を受ける人がいるという問題です。日本の社会保険制度全般に言えることなのですが、ある程度善意をもとにして制度設計がされています。ですから、ちゃんと支払いますと言って診察を受けた後で、実はお金がないんですと言った場合において、病院でお金を支払わずにその場を立ち去ることがあります。本人が後で何とか払いますからと言えば、それをもってして拘束することができなくなるわけです。しかし、その後本当に支払うかといえばそうではありません。日本国内においてはそのようにして診察は受けてお金を支払わないままにしている人たちというのがある一定数存在します。医療費の未収金問題です。これは日本にいて本来であれば国庫に加入すべき人というような括りでは限定ではありません。短期滞在や訪日観光客を含む問題ではあるものの、後で支払いますからという形で病院にかかった後でお金を支払わない人たちというのが
存在するのです。その未収金は年間でおよそ400億円前後に上っているそうです。ここでもまた同じ問題が発生します。じゃあその未収金一体誰が負担するのかという話です。例えば公立の病院などであれば、その支払っていない額は結局のところ税金で穴埋めすることになります。民間の病院であっても、それが当然のように未収金は赤字処理しなければならないわけで、他の人へと負担へと結局跳ね返ってきます。日本国内の話なので、負担をかけた側は制度をただ乗りした状態で逃げ切ってしまうことができてしまうわけです。また保険料の算定方法についても問題があります。日本国内にやってきましたとなった時に、前年の収入についてはきちんと把握していないという問題があります。入国1年目の外国人については、その収入について一律に前年無収入だったという扱いで保険料を算定しています。これは十分な支払い能力がある人に対しても、やたらめったらと優遇した制度でありますし、同時に支払い能力が全くない人もそのまま入れてしまい、結果的に未納問題を引き起こすようなことにもつながっています。ですから、この制度その自体が完全に欠陥を抱えていると考えるべきで、この制度を速やかに改善する必要があるでしょう。それに対して、歴代の政権がこの問題に取り組んでおらず、ようやく今になって少しネットで記事に出始めているところです。地上波のニュース報道においては、この問題について強く言及している様子が見られず、報道機関が十分な報道機関としての仕事をしていないように見えます。外国人問題を取り扱うときには、あたかもその問題について言及すると差別主義者であるかのように取り扱う、そんな立場の人たちもいます。しかし、これは明らかに日本国民全体にとっての不利益をもたらす悪い制度であり、国民の関心事として上がっていないのであれば、この問題は十分に時間を割いて報道すべきでしょう。なお、制度の改善にあたっては、加入までの期間3ヶ月というこの短さについても1年程度まで変更するべきです。しかし、今の基準から比べれば1年というのは長くなるわけですが、逆に言えば、もともとは1年だったものを3ヶ月に短くしたということがあり、以前に行った変更そのものが間違いだったと今の政府は認めるべきでしょう。少なくとも日本国民が外国人の医療費を負担させるような今の状況は明らかに間違っています。また、健康状態についてもある程度チェックはしておくべきでしょう。例えば、人工透析が必要な人の場合であれば、日本の医療保険制度であれば、高額療養費制度を利用することによって支払い額をある一定額まで抑え込むことができます。これは日本の医療制度としては生きていく上で必要な措置ですが、しかし他の国の人たちにしてみれば、その制度に乗っかることができるんだったら日本に行く価値があるなと、そこだけを目指してもやってくる危険性があるわけです。このような日本の福祉制度を存分に自分のために利用してやろうという目的の人は受け入れるべき外国人ではありません。そして前年の収支がたとえ外国に住んでいた時であっても、その時の年収などを報告してもらうことを行い、支払い能力がちゃんとある人かどうかを確認することが必要でしょう。そして、支払い能力がないという場合においては、そもそも前払いをしなければ日本国内に長期滞在することができないといったことを制度としては組み込んでおくべきです。この場合だと留学などがこれに値するでしょうが、留学期間中においては常に前払いで支払ってもらい、未納になることを防ぐといったことは重大でしょう。一方において、就労目的での入国の場合であれば、国民健康保険ではなく、企業の社会保険制度の方に入るわけなので、この場合だと給料からの天引きとなります。この場合はその企業がちゃんと天引きした分を納めているかどうかをチェックした上で、その会社を辞めた後に不法滞在になっていないかどうかをきちんとチェックする必要があります。このあたり日本の社会制度は全般的に性善説に立っており、不正を行う人がいないということを前提として社会制度を成り立たせています。しかし、制度に穴があれば、それにつけ込む人が出るというのは、別に外国人に限った話ではなく、日本人でもそのような社会制度の穴をついて、自分だけの利益を得ようとする人がいます。問題点が見つかれば速やかに改善策を施して、不正をやりにくい、そして真面目に保険料を納めている人の不利にならないよう制度をきちんと整備すべきでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。情報の整理整頓に役立ったなと思われる方はぜひとも他の方にお勧めしたり、スーパーチャットの利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。